皆さんこんにちは。ヘンリーファミリーのゆりかです。私はアメリカのバージニア州に住んでいて、今年で3年目になります。このチャンネルでは国際結婚のことやアメリカ生活、アメリカでの仕事のことを主に話しています。で、今回はアメリカで最近私が働き始めたっていうこともあって、アメリカで働くってどんな感じなのかなとか、給料どのくらい私が実際にもらっているのかっていうのも公表していきたいと思います。ぜひご覧ください。はい、ではまず最初に皆さんが気になっている給料のお話からしていきたいと思います。で、私がやってる仕事としてはアフタースクールプログラムといって、子供、日本でいうと学童みたいな感じで、子供が学校にだいたい8時から2時くらいまで行くと思うんですけど、その前後、ビフォースクール、朝のビフォースクールとアフタースクールって英語では言うんですけど、その前後に子供を見るっていうお仕事をしています。仕事内容はまた後からやっていくんですけど、この前後で真ん中は空くので、その時間は家に帰るので時給発生しないんですけど、だいたい朝3時間、午後3時間、だいたい6時間ぐらいです。で、バージニアの最低賃金時給換算で1時間だいたい12点なんとか、2025年時点で 12.44112ドルぐらいですかねが最低賃金となっていて、私は応募した時に16ドルから18ドルの時給で応募しました。で、経験とかも考慮されて、今までエデュケーション、教育関係の仕事をしてきたこともあったため、それも考慮に入れて真ん中の17ドルっていう感じで悪くないかなと思っています。ちょっと計算すると17ドルの6時間が1日分このぐらいで、それは私月曜日から金曜日までやってるの週5でなるとこのぐらいです。それがだいたい月に4週間あるから、それを計算するとこのぐらいになります。どうでしょうか。で、もちろんこれは税が引かれてない状態の金額なので、税金とかだいたい引いていくとこんな感じになっています。どうですか、皆さん想像していたのと高い低いありますか？日本円に換算すると高いように感じるかもしれないんですけど、ドルで考えるとこれはあくまでもパートタイムの給料かなっていう感じになっています。なので最低賃金よりは高いなっていう時給高いなっていう感じではありますけど、もし私が一人で生きていくってなるとちょっと、あまり余裕があるわけではないなっていう感じがリアルな話です。ただ私の場合は、今の仕事を初めてアメリカの外でやっている仕事で結構いい方かなって思っています。で、次に一日の流れの説明をしたいんですけど、さっきちょっとどんな仕事をしているかっていう説明をしたんですけど、朝はビフォースクールって言って学校の前に勤務しています。その時間は6時から9時の勤務で、だいたい6時から8時45分が多いかな。それでその間子供たちがお母さんお父さんが仕事行く前にでも学校に行くには早すぎるみたいな感じなのでここに預けるんですけど、なので私もそのある学校に行って勤務しているっていう感じになります。朝はそんな6時から8時45分で、昼間はフリーの時間です。一旦家に帰ります。家からこの学校までだいたい10分ぐらいなので、もうすぐストレスフリーですね。この空いてる午後の時間は、家の家事は主にご飯を作るって感じですね。ご飯を食べるっていうのももちろんなんですけど、それと合わせて2つか3つ、最大3つですけど2つか3つ日本語のレッスンをしています。でも月から金毎日やったらきついので、月曜日はオフ、金曜日はほとんどやらない。この真ん中の3つの火水木はちょっと頑張って入れてる感じはあります。でも私頑張って入れてるっていうよりかは、こ
この日本語のレッスンもすごい私にとって楽しい。今までやってきてずっとこの生徒さんたちとやって、新しい人ももちろん入ったりもしますけど、だいたい継続してくれる生徒さんが多いので楽しいんですよ、私自身。なので私の他の同僚は朝仕事をした後ちょっと眠るとか言ってたけど、もうなんか6時から9時まで働いたらなんかもう脳が目覚めてるから、寝に戻るってことほとんどないですね。でもその3時から6時に終わって帰ってきてからはめっちゃなんかしんどいって感じ。なんかもう夜だからかなもう疲れてるのかな。だからすごいもう疲れてるんですけど、時々この6時の後に1つ2つレッスンがある日があるんですけど、もうその日はもうなんかバタンキューって感じです。まあそれはあんまりないんですけど、まあそんな感じですね。でも夜はもう本当にもうご飯食べて風呂入ってすぐ寝たいっていうのが最近のルーティンですけど、でもなんかやっぱ朝6時から活動してると一日が長く感じるし、最初朝起きるのは辛いんですけど、すごいいい習慣ができたなって感じで、私結構この働き方が好きです。で、実際に私がどんなことをしているかというと、学童って言って皆さんどんなイメージですかね。なんか子供たちと走り回って遊ぶみたいな、私が思ってる日本の学童のイメージってそんな感じなんですけど、こっちはどちらかというともう子供が怪我しないように見守ることとか、あとは子供が逃げないっていうか、子供がいなくなるっていうのがすごい問題なので、それがないようにすごい気を使っている感じです。主にそうなんですけど、まずこの私たちの学童のところをチェックインした時点で責任はこの学童、私たちのプログラムにある形になるので、しっかり30分おきに転校する、名前呼んで確認してるの、それをやらないといけないのがちょっと結構ストレスで、最初は子供の名前を覚えてもないし発音もできないアメリカ人の子供の名前って日本人と違うじゃないですか。 R と L が私すごい難しいから今でも言われるんですけど、そう名前呼んでとかいうのもちょっと大変だし、今でもちょっとストレスですね。まあ少し今は覚えてきてるからチェックが早くなったんですけど、もうそんな感じです。まあ、でも朝は比較的子供たちもまだ最初はね、ゆっくり入ってきて、ゆっくりなんかこの場所があるんですけど、そう学校のカフェテリアとジムを使ってるのかな、あとアウトサイドもその3箇所を私たちのプログラムでは使ってるんですけど、その学校のカフェテリアではテーブルに朝登校してきた人たちが遊ぶなんかゲームのカードとかイラスト描いたりする紙とかいろんなゲームがあるんですね。それを子供たちは毎朝自分が好きなテーブルに座ってやる感じで、まあそれも永遠とずっと3時間やるんじゃなくて、まあ大体みんなが揃う頃に終わって次のアクティビティって感じで、いろいろなんか朝もアクティビティするんですよ。朝もジムに行くんですよ。そこからはもうみんなもう元気いっぱいって感じです。はい。でも毎日同じことの繰り返しじゃなくて、ここの私が働いてる学童はすごいプログラムがあって毎日違うことをできるので、多分子供たちにとってもいいのではないかなと思います。で、午後は午後で大きく分けて、スナックとアウトサイドの遊び、この2つが大きなものになっているんですけど、大体70人とかトータルいる時もあるので、一斉にやるとちょっと大変なので、幼稚園1年生2年生で3年生4年生5年生で分けて私たちはプログラムをやっていて、ほとんど私はこの低学年と一緒に引率をしてやってるんですけど、最初この高学年がおやつなら私たちが最初アウトサイドで、だいたい30分とか決められてるんですけど、交換するっていう感じになっています。で、外で遊ぶのが多分子供たち一番楽しみなので、
なんか最近雨で外に出られないみたいなのがあって、ジム体育館に行って遊ばないといけないことがあったんですけど、体育館に行くよ、外に行けないよって言った時に泣き出す子とかいて、もうめっちゃみんな外で遊ぶのが好きなんですよね。そんな感じです。ちょっとなんかいろんななんか面白いやりとりが面白いです。小さい子供が考えることってなんか面白いですよね。もちろん大変なこともあります。それはやっぱりなんだろう、ちょっとこれはカルチャーショックでびっくりしたことなんですけど、なんかもう自己主張が激しすぎる。私がさっきいいところとしてプログラムがいろいろオーガナイズされてて、なんかいろいろやることが決まってる、毎日違うのなんですけど、そうしたらそのやることがやりたくないっていう場合もあるじゃないですか。なんかこんなのやりたくないみたいな。でそんな時とか他の場面でもそうなんですけど、なんか I don't want to do that, I don't want to do this こんな感じですごい自己主張があるんですね。まあそれはいいんですけど、日本でももちろんこれやりたくないとかいう人が何人か、いるとして、でも大人の人とか先生からでもそれやらないといけないんだよって言われたら多分やると思うんですよ。この子供たちはもうそれでもなんかもう断固拒否断固拒否っていうか、もう激しい主張がしかもいっぱいそれが最初はちょっとびっくりして、もうなんか大変だった。個性重視ってすごいいいんですけど、もうすごい自己主張の塊みたいな感じで、もう手に負えない時とかもありますね。もう大変です。そういった時にどうハンドル、なんかどう対応するかとかも最初はもう分からなさすぎて、もうストレスだったけど、周りの他のね同僚とかを見てちょっと今ではできるようになってきてますけど、それまだ難しいし、あと一番大変なのは英語コミュニケーションです。最初の1週間は本当にもう多分私今までアメリカ生活 3年目、今で3年目なんですけど、ずっと日本語のコミュニティにいて、日本人結構住んでるから日本人と遊ぶし、日本語の教える仕事をしてるし、いろいろ旦那も、英語も話すけど日本語も話すから、そういう感じで育ってきたから住んできたから、もうこの仕事を始めて初めてもうなんかアメリカ生活初ですみたいな、1年目ですみたいな気分になっていて、もう英語だらけの生活になって、もうなんか戸惑いが多くて、あとなんかもうなんかなんて言えばいいのかな、ちょっと英語を話すのが恥ずかしい、ちょっと怖いみたいな、この最初の1週間なんかトランシーバー使って、そう2つに分かれる時があるって言ったと思うんですけど、アウトサイド、外に行った時とかで、外にいる時にお迎えが来た時とかに誰々さんお迎えですみたいなのが流れてくるんですよ。で全然聞こえないし、逆に私が言わない、中にいたら言わないといけない立場、誰々ちゃんお迎えですみたいな、それもなんか恥ずかしくて言えないっていうのもあったんですけども、それでコミュニケーションもうなんか多分何すればいいか、1週間目は何すればいいかももういろいろありすぎて、同僚とのコミュニケーションもそうだし、子供たちとのコミュニケーションも全部なんかあんまり話せなかったのかな、なんか自分的にも手いっぱいいっぱいで、それでちょっとマネージャーこの同僚何名かいる中のその一番トップみたいな人にもっと話さないといけないねみたいな、多分2日目ぐらいに言われて、それが超ショックなんていうのかな、ちょっとなんかショックっていうか、なんだろう、やばいクビにされるんじゃないかってめっちゃ悩んだ。でその1週間必死になる、2週間目ぐらいからちょっと慣れてきたっていうのもあるのかな、話すのにも聞くのにも慣れてきたから、話して、で相変わらず子供たちの名前は多分 R とかちゃんと発音できてないかもしれないけど、その当事者の子供たちが教えてくれるから、そうちゃんと頑張ってます今のところクビになってませんし、多分大丈夫
多分大丈夫クビにはならないと思います。クビになったらちょっとまた報告しますけど、でも毎日日々自分の、成長を感じられます。はい、だからやってよかったなって思うし、楽しいです。同僚もさ、すごいいい人なんですよ。このマネージャーの人もいい人だし、同僚もめっちゃいい人で、2人なんか2個下なのかな、2個下、この2個下の子とはすごい2人ね仲良くしてて、いろいろ話をしてるから、もしかしたら今後この私の YouTube に出演するかもしれない、わかんないけどっていう感じでした。今日はアメリカバージニア州での給料事情やアメリカで働くってどんな感じなのかなっていうのを話しました。アメリカで今後働いてみたいなっていう方や、教育現場にちょっと興味があるなっていう方の参考になれば嬉しいです。質問とかリクエストがあればぜひコメントで教えてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。